皆さん、こんにちは。今日のテーマは、おでこのあたりで表す手話をやります。皆さんは、おでこのあたりで表す手話、いくつ知っていますか？動画を1分間止めて考えてみてください。紙に書くのもいいと思います。でも、今回は、こめかみのあたりの手話は除きます。では、始めます。私は右利きなので右手で表しますが、左利きの方はね、左手で表してください。手話ではね、動かす方の手ですね、主に動かす方の手を右手で表します。利き手の方でね、表しています。なので、左利きの方はやりやすい感じでね、こう動かす方の手を、左手でやっていただければと思っています。では、始めます。最初は、高校という手話です。これね、右手、人差し指と中指をこんな感じにします。で、左から右にね、こういう風に動かします。これは、高校の、帽子ですね。昔、男子がこう被っていたこの帽子の白線を表しています。これで、高校という手話になります。で、高校という手話はもう一つあります。もう一つは、高校という手話です。手をね、こんな感じで曲げています。で、これをおでこのところでくるんくるんと回します。こんな感じで回します。これはね、髪の毛がもじゃもじゃっとしている様子を表しているそうです。高校という手話は2つありますが、どちらでも大丈夫です。次が、若いという手話です。これはね、手こんな感じで、右手ですね。全部揃えて、左から右にこうグッと動かします。若いという手話です。これはね、おでこにね、シワがない様子で若いというのを表しています。若いという手話です。次は、丁寧という手話です。丁寧ですね。これは、右手を最初はこんな感じでグッとこっち側に動かします。グッと動かします。で、動かしたら今度左手でグッとこう動かすんですね。丁寧という手話です。これは、ポマードをね、こう髪につけている様子だそうです。で、こう、丁寧なね、こう感じを表しています。丁寧という手話です。次は、黄色という手話です。これね、で、こんな感じにしています。親指と人差し指ですね。後の指はこう握っています。で、親指をここのところに当てます。おでこのに当てます。で、人差し指をクッと曲げます。クッと曲げていきます。こんな感じですね。ピッと曲げます。これは、ひよこがね、黄色かったりとか、ひよこのとさかが黄色いところから黄色という手話になります。黄色です。次が、鶏という手話です。これね、親指を額のところに当てます。で、手をこうまっすぐにしてですね、これをプップッと振ります。鶏という手話です。鶏です。で、これは、鶏のね、このトサカを表しています。鶏という手話です。黄色はこうでしたよね。鶏は、この指全部ですね。指全部でピッピッと振ります。鶏という手話です。次が、明るいという手話です。これね、こうつまんだ指を眉間のところにこう置きまして、で、こうピッと広げます。こんな感じでピッピッと広げます。明るいという手話です。これはね、困った時にこう、つまみますよね。こう困った表情なんですが、すいませんの時とかにやりましたよね。こんな感じで。このつまんだこれをピッて広げる感じになります。
で、困った表情がね、このシワが、眉間のシワが取れて、表情が明るくなっていくっていう様で、明るいと、このね、シワがなくなるっていう、こうね、ピッという感じになります。明るいという手話です。次が、病気という手話です。右手グーでね、おでこのところにトントンと当てます。病気という手話です。これは、病気の時ってこう熱が上がりますよね。その熱をこの氷のをこう当ててこう冷ましている様子を表しています。病気という手話です。次は知識という手話です。これね、指文字地です。こんな感じですね。小指を立てて、それ以外の指はこう先っぽだけ合わせる感じになります。ちという手話です。これはカタカナのね、ちを表しています。で、こう全部こう握った感じだといです。で、ちだとこう先っぽだけ合わせるんですね。これ間違いやすいので気をつけてください。全部握るとい。先っぽだけこんな感じでなるとちです。で、これをおでこから左から右ですね。こんな感じで動かします。こうです。こんな感じでね、動かすと知識。知が横に行って知識という手話になります。次は、昼という手話です。これはね、もう皆さんわかりますよね。こう、顔をね、こう時計に見立てて、時計の単針と長針が重なっているというところから、正午をね、表しています。で、お昼という手話になります。次が、午前という手話です。このね、さっきと一緒ですね。右手人差し指と中指を真ん中に当てます。で、これでお昼を表しています。この状態から右側にピッと倒します。これでね、午前中というのを表しています。午前ですね。この9時から12時ぐらいまでの間を表すんですかね。これで午前となります。こうでも大丈夫です。右から真ん中に持ってきても午前ですし、こっからピッと倒しても午前という手話になります。次は午後という手話です。さっきと一緒でね、右手人差し指と中指を顔の真ん中に持ってきます。で、顔がね、この時計を表しているので、くっと左側の方にね、倒します。くっと倒します。これで、お昼から3時ぐらいまでですかね、を表しています。午後という手話です。次は、警察という手話です。これね、右手で親指と人差し指でこう、C みたいな形を作ります。で、おでこの真ん中に持ってきます。これはね、警察の方がかぶっている帽子ですね、の気象を表しています。警察という手話です。で、警察場所、これで交番という手話になります。交番、場所ですね。交番という手話です。で、警察に男で警官という手話になります。警官という手話です。で、警察建物で警察署となります。この警察ね、建物っていうのは、こう、両手パーでこんな感じにします。で実際にこう、建物のね、形を下からですね、下からぐーっと上げてってピッと作ります。警察のね、この建物を表します。警察署となります。で、上からこうと下ろすと、これはお墓という手話になるので、皆さん気をつけてください。建物は下から上に上がります。で、あと、警察。皆さんわかりますよね。パトカーという手話です。警察、回します。これね、ピピピピピってね、パトライトがこう回ってる様子。で、車で、パトカーという手話になります。次が
失敗という手話です。あちゃみたいな感じでね、失敗とか、しまったとか、ドジ踏んじゃったとかっていう時に、あって感じで表します。横から見るとね、こんな感じです。このね、この辺りをこうパンとこうおでこに当てる感じになります。失敗という手話です。失敗なので、あちゃって顔してくださいね。あっていう感じの顔でやってください。次が退屈という手話です。これね、右手の中指だけを出して、トントンとおでこのところに2回ポンポンとつけます。退屈という手話です。これはね、もう何も思い浮かばない様子を表しています。退屈、退屈という手話です。次がインドという手話です。これね、右手親指をこう眉間のね、このど真ん中のところにこうつけます。こんな感じです。インドという手話です。これね、インドの人がね、ここにこう赤いこう印をつけてますよね。それを表しています。インドという手話です。次がおでこという手話です。これね、右手の親指と人差し指で C みたいなのを作ります。で、こういうふうにね、おでこに沿ってこうやります。額という手話です。次が帽子という手話です。こうね、こんな感じで右手の親指とあと残りの4つの指をこんな感じで出します。で、スッと前に向けてすぼめます。こんな感じです。帽子という手話です。これね、帽子のね、野球帽とかのこのつばありますよね。あれを表しています。帽子という手話です。次が、フランスという手話です。これね、右手の親指と人差し指をこんな感じで出します。で、つまみながら右、斜め前方にこう上げます。こんな感じですね。フランスという手話です。これはね、ナポレオンのね、この帽子の様子を表しているそうです。フランスという手話です。フランスという手話ですが、もう一つあります。フランスという手話です。親指をね、立てて、右肩からクッと下げます。こんな感じです。こっちから見るとね、こんな感じになります。これはね、ナポレオンの服のね、形を表していると言われています。こんな感じの手話ですね。どちらでも大丈夫です。次が、迷惑という手話です。これね、右手の親指と人差し指で眉間のところにクッとこう手話を寄せた感じになります。でクッとやって、迷惑という手話になります。こんな感じですね。眉間にこうシワを寄せるような様子で、すいませんっていう時にもこれやりましたよね。で、これだけだと迷惑という手話になります。次が、プロという手話です。プロですね。この右手でお金を作ります。親指と人差し指で丸を作って、ここ額にこう当てるんですね。当ててパンと開きます。プロです。こっちから見た方がいいな。プロ。プロ。パンとね、つけてパンと離します。プロです。これはね、お金をね、プロの方ってお金をもらってやる仕事ですよね。なので、これでプロという手話になります。で、野球、パッとやると、プロ野球という意味になります。プロ野球です。次が、邪魔という手話です。こんな感じでね、指の先をおでこにこうパンパンとこう当てます。邪魔という手話です。これは、目の上のね、単行部が邪魔だなという意味だそうです。邪魔という手話です。次が、本番という手話です。こうね、顔の前に
この右手パーを縦にした状態で置きます。で、これでちょっとだけ右にずらします。本番という手話です。あとはね、本格的とかね、本格とか、そういう時に言ってやります。本番という手話です。こっちから見るとね、こんな感じで。こっちから見るとこんな感じで。ちょこっとだけ動かします。次は、寄付という手話です。これね、右手パーでおでこに最初は当てます。で、ここからパッて手を前にパンと出します。こんな感じですね。ピッ、ピッと出します。これは品物をね、寄付したりとか、お金を寄付したりするときに、寄付という意味になります。次は、眺めるという手話です。このね、おでこの前でこうやって、こういう感じで出します。これはね、景色を眺めるとかね、そういう時にも使います。景色とか、そういう手話でもあります。眺めるという手話です。ここからはコメントコーナーをやっていきたいと思います。皆さんにね、いただいたコメントの中で、これはどんな風に表しますかって質問いただいたのがあります。なのでね、今日は2つ紹介したいと思います。まず1つ目。冬は寒いという手話はどのように表しますかという質問をいただきました。冬っていうのはこれですよね。寒いもこれですよね。で、同じ動きのやつが2つ重なった場合というのをやってみたいと思います。まず、冬というところは、表情は普通です。冬とやります。で、寒いっていうところで、寒いっていう顔をします。で、この時にね、ちょっと肩をなんてすぼませる感じで、で、こうやって震わせます。で、表情は寒いっていう感じにします。冬は寒いです。あとね、違う表現としては、冬は寒いでもいいかなと思います。どっちかね、好きな方を使っていただければなと思います。次は2つ目です。納期はいつ頃ですが、注文されますかという手話です。です。最初に、納期はというところですが、納期という手話は、商品、渡すができるというふうに表しました。で、この商品という手話ですが、このね、親指と人差し指、右手ですね。で、丸を作って三角を作ります。これはね、商品っていう字ありますよね。品という字です。それに、から来ています。この丸でね、この四角のところをなぞっていく感じになります。で、商品。で、あともう一つはこの商品という手話もあります。これだけでも商品ですし、この商売っていうこの手話ですね。お金を前後前後にやるんですね。で、商品、どちらでも大丈夫です。で、あと部品という手話もあります。部品です。このね、親指と人差し指で指文字フを作ります。で、これを横にスライドさせると部になります。部品という手話もあります。で、いつ頃というのは具体的な日にちを入れます。12月20日頃とか、12月末頃というような感じでね、表します。で、最後のところですね。注文という手話です。この左手、パーで出します。上向きです。で、右手でこれを指します。で、注文と、自分の方に注文を受けます。注文で、いいと聞きます。いいって聞くときは、頭ね、ちょっと質問形なので、ちょっと傾けます。いいとね、って感じで聞いてみてください。で、うんうんということであれば、いいよと言われた場合は、わかりました。じゃあ、注文 OK
というふうにいたします。で、あーっていうお断りみたいな感じの時は、じゃあ、わかりました。じゃあ、注文はいらないね、とやってください。はっきりはっきりね、確認した方がいいかなと思います。今回は以上となります。このね、おでこの周りで表す手話というのをやりました。サークルとかでね、よくやりますよね。目の周りとか、口の周りとか、おでこのとこら辺で表す手話っていうのをやりますよね。なので皆さんもサークルでね、勉強の時に使ってみてください。このチャンネルがいいなと思っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもね、皆さん本当にいつもありがとうございます。こんなことやってほしいとかね、いろいろ今コメントをいただいてとても嬉しいです。何かね、こういうのやってほしいみたいなのがあったら、ぜひコメントに入れてください。今日は最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。